ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、カーク信者が理想と思えるチーム編成のお話をしようと思います。この動画では、具体的なチーム編成についてのお話ではなく、ヒーローウォーズにおける抽象的な概念のお話になることを、ご了承ください。皆さんもご存知のように、タイタン戦の場合だと、どの属性のタイタンが一番強いといったことはなく、どの属性のタイタンにも、得手不得手とする対戦相手が存在します。非属性のタイタンは第一属性のタイタンに対して強さを発揮しますが、水属性のタイタンに対して勝ちづらいといったように、言うなれば、じゃんけんゲームのような感じになっています。ヒーローの場合もタイタンと同様に得手不得手とする対戦相手が必ず存在し、ヒーローウォーズにおいて、絶対的な強さを発揮するチーム編成は存在しません。しかしながら、ほとんどの対戦相手に対して有利に戦うことができる優秀なチーム編成が存在する反面、明らかにポンコツと言わざるを得ないようなチーム編成が存在することも事実なのです。この画像を見ていただきながら話を進めたいと思いますが、アリーナやギルド戦で戦う対戦相手は、必ずしも自分のチーム編成よりもパワーが低いとは限りません。対戦相手を選ぶ際に総合パワーを参考にすることで、相手チームの育成レベルを推測することが可能になります。つまり、敵チームの鍛錬の程度を総合パワーから推測しつつ、勝てそうな対戦相手に勝負を挑むのが、ヒーローウォーズの戦闘における最も重要な要素と言えるのです。総合パワーの優劣だけで勝敗が決まらないのがヒーローウォーズの戦闘なので、対戦相手が自分よりも総合パワーで勝っていたとしても、チーム編成の相性次第では十分に戦うことができるのです。ポンコツと言えるチーム編成の話をするよ。カーク信者が考えるポンコツチームとは、自分のチーム編成よりも対戦相手のパワーが勝っていると、全く勝てないチーム編成のことを指します。対戦相手の総合パワーが勝っているんだから、勝てなくても仕方ないんじゃね？このように思われた人もおられるかもしれませんが、ヒーローウォーズの場合、しっかりとしたチーム編成を作れば、得意とする対戦相手が必ず生じるようなゲーム性なのです。そして、ポンコツと言えるチーム編成の最大の特徴は、とにもかくにも自分のチームよりも総合パワーが大きい対戦相手に勝てない点なのです。じゃあ、格上チームに勝てなくても、互角か格下相手に対して容易に勝てるのかというと、これまた勝てないのがポンコツチームの特徴なのです。ヒーローウォーズの戦闘で勝利するには、どのタイミングでどういった形で敵を倒すのかという点を突き詰めて考える必要があるのですが、ポンコツチームはこの点に弱点を抱えているような気がします。戦闘開始から40秒以内に敵チームを殲滅する戦い方をするのか、1分を超える長期戦に持ち込んでじっくりと戦うのかといった戦略性が見出せないのがポンコツチームの特徴だと思います。この話をすると動画の尺が長くなるので次回以降の動画でお話をしようと思いますが、一言で言ってしまえば、敵チームをどのヒーローのスキル発動で倒すのかが明確になっていないチーム編成ほど、一般的に弱いチーム編成と考えて間違いないとカーク信者は考えているのです。例えば、タンクの役割を担っているアスタロスに対して、敵を倒す役割を期待しているゲームユーザーは皆無のはずです。なぜならば、アスタロスをタンクとしてチーム編成に採用する最大の理由は、彼の持つ蘇生スキルを必要としているからです。つまり、アスタロス以外の4人のヒーローが戦闘時に倒された際に、倒されたヒーローをアスタロスに蘇生させる前提で戦略を練っているチーム編成にとって、アスタロスは有益と言えるのです。逆に言えば、アイザックやヘリオス、ダンテといったカウンター能力を期待しているヒーローを多く採用しているチーム編成の場合だと、そもそも、敵チームから誰一人として倒されない前提で戦闘を仕掛けるのが普通なので、アスタロスを使うよりも、オーロラかコーブスを使った方がいいと言えます。このように、ヒーローウォーズでチーム編成を考案する場合、敵の1回目のスキル発動で誰が生き残れて、
誰が敵チームのヒーローを倒す役割を担っているのかといった側面から戦闘をイメージする必要があるのですが、ポンコツチームを使い続ける人は、この着眼点に欠けていると言えます。じゃあ、あなたが使っているチーム編成は、そういった点がしっかりと考慮されているの？カーク信者はこのチーム編成を、どのような対戦相手にも通用する魔法攻撃と物理攻撃のハイブリッドチームだと考えていますが、どうなんでしょうか？このチーム編成は、決してポンコツではないと自負しています。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。